明日誕生日なんだけど、タレントポイント無料が誕生日に終わるってなんか勝手に運命感じてます。おなつこんちこんばんポテト、今日もデータ分析やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、ドリブルスピード分析やっていきたいなと思います。今作ドリブルどの数値がね影響してんのか、そんなところを今日はですねやっていきたいなと思います。前作ではですねドリブルとスピードですね、ここが大きく影響していることが分かっております。疑問を挙げていることですね、ドリブル数値とかスピード数値の影響とか、瞬発影響するのかとか、ボルコンも影響するのかとかね、それらを見てですね、現状の最高速が出せる育成を見ながらまとめて考察していきたいなと思います。よろしくお願いいたします。はい、チェンジ方法ですね。チェンジ方法はですね、ご覧のところから走り始めてドリブルを測定していきます。ペナルティーラインからハーフラインまでのところですね、ここからスタートして走っていきますよという形ですね。で iPhone に動きを記憶させてですね、ペナラインからハーフラインまでの時間を測っていきます。1秒間60個までね測定をしていきますよという形です。使っていく選手はこの選手、マクシマの選手ですね。この選手を使ってですねドリブルやスピードを乾燥させながらですね測定見ていきたいなと思います。まずは初期値ですね。最初の段階でですねかなり速いんですけどね、マクシマンってね。このマクシマは昔取ったやつなので、ドリブルのスピードがねそもそも結構高めではあるんですけどね。はい見ていただきました。これが全ての基準にはなるかなと思います。現状も結構速いっていうかね、すでにだいぶ速い気はしますかね。安定はしてますよね。じゃあ次見ていきましょう。ドリブル99ですね、乾燥している状態になっていきます。前作はですねドリブルがねある程度上がるとねスピード上がんなくなるっていう現象もあったんですが、はい見ていただきました。でも結構速くなってますかね。そんな印象はありましたね。なんとなくですけどボールタッチがね若干細かくなってるっていうね、そんな感じもありました。なのでここだけ見ればですねドリブル数値を上げるだけでもね速くなっていることは分かりましたね。じゃあ今度はスピードですね、見ていきましょう。ここからはスピード99ですね。ドリブルは初期値に戻ってますね。でも速い。やっぱり前作はねスピードの方が速かったんですけどね。はい見ていただきました。ドリブル99と同じくらいですかね。前作はねスピードの方がやっぱ影響をすごくしてたんですけど、ちょっとドリブルの影響が大きくなったのかな。でもどちらにしろ速くなることは分かりましたね。じゃあ今度ねちょっと瞬発見ていきましょう。瞬発力99のとこですね。一緒にボディコンも上がってますね。ボディコンがまっすぐのドリブルに影響しているのかというところですけど、もちろんね相手と競り合った時とかタックル受けた時は違うのは分かっているんですが、はい見ていただきました。そこまでは速くなってない。これは前作と同じかね。前作もね瞬発力上げてもスピード上がんなかったんでね、縦のスピードまっすぐのドリブルっていう意味では影響ないのかもしれないですかね。ちょっとまとめておきました。こんな形。平均だけで判断はしちゃいけないんですが、目安としてね平均乗っけておきました。ちょっと分かりやすいグラフちょっとこの後ね出しますので、ちょっと待っていただければと思いますが、ここまでで判断をしていくとですね、まずはここドリブルとスピード、ここに関してはやっぱり速くなることが分かっていました。その代わり、瞬発力ここは影響しませんよということも分かっていきましたね。であとはここのボルコンやっぱ気になりますよね。ここがじゃあ上がったらどうなるのか、これをちょっと見ていきましょう。ドリブル99のマクシマをですねさらにドリブルにポイントを振ってボルコン97まで上げてきました。そうするとドリブルはね99のままでボルコンが97まで上がっていきますのでね、これでどれぐらい影響していくのかという形ですが、はい見ていただきました。速い時もあれば変わらない部分もちょっとあるんですけど、でもねボールタッチが良くなってるというか、うまく噛み合うとですねだいぶ速いイメージ。最高速平均というよりは最高速上げてくれるようなそんなイメージですね。ボルコンも影響ありそうですね。
10上がってこれぐらい変わるってことありそうですね。まあそうなってくるとですね、まあもう一つドリブルとスピード99、これ気にならん気になるよね。ということでやっていきましょう。ドリブル99、スピード99の状態ですね。前作でいうとこの状況が一番早い形ではあったんですが、はい、見ていただきました。まあ安定してやっぱ早いですね。間違いなく早いかなっていう感じ。こんな感じですかね、まとめておくと。初めてですね、全ての記録が20コマ台でしたね、今回のドリブルスピード99の場合はね。だから最高速に関しては、まあ、若干1コマではあるんですけど、ボルコンの方がねちょっとだけ速かったっていう感じになりましたね。まあまあ誤差ぐらいかもしれませんがね。まあただそうなってくるとやっぱりドリブル、まあ、全部完走したらどうなるんだ気になりますよねいや気になっちゃうよね。欲しがりさんだな、本当に。もうやっていきましょうということで、ただですね、数値的にやっぱ完走はできないので、このご覧のようなステータスにしてですね、絶好調にします。そうするとですね、基本的にほぼほぼ完走できるということで、現環境で最強にドリブルが速い男になっているはずだ、理論上はね、っていう形になっていきますので、見ていきましょう。これでどれぐらい速くなるのかなっていう感じですが、まあこれで変わらなければね、そんなにまあ誤差だったのかなとかも思いますけどね。ドリブルスピード自体がね振り幅が大きいのでね、前回のダッシュ測定ほどうまくはいかないですけどね。はい、見ていただきました。いや速いですね、だいぶ速いかも。ちょっとまとめておきます。こんな感じ。平均も速くなってましたね。だいぶ速くなってました。まあまあまあ当然の結果だよねまあまあだけどまあこれだけだとちょっと分かりにくいので、冒頭にも言ったですねグラフですね持ってきました。こんな感じ。はいはい、まず見方から説明していきましょう。まずここが4秒台の何コマかを示しております。なので下の方がね速くなっていく、下に行くにつれて速くなっているってイメージです。でここ自体青色のこれがですね実際の記録したタイム、色が濃いほど複数回記録してますよって形ですね。でこの赤のバッテンが平均ですねなっております。左から初期値という形になってますけども、これ結構やっぱ分かりやすいよね。自分で言うなって感じだけど、これ毎回見て思うですね。まあなので平均だけじゃ判断しちゃいけないというかね、判断しにくい部分もこれでね分かりやすくなるかなと思いますので、これ参考にしていただければなと思います。ちょっとこれ詳しく一つ一つ見ていきましょうか。まずここですね、瞬発力影響ないですよ。これ先ほども言いましたが、これが、ね、一目瞭然でわかるかなと思います。最高速もそんな変わらなかったですね。でそれに加えてドリブルとスピード、ここはね確実に上がっているよということが分かりました。でただ同じぐらいだったということも分かりましたので、前作よりドリブルの影響がね大きくなっている、同じぐらいになっている、スピードと同じぐらいになっているというような感覚がいいのかな。なのでどちらかが上がっていれば速くなるというイメージですね。であとはボルコンですね。ここもですね平均は多少上がってはいるんですが、平均というよりは最高速が上がっているといったイメージっていうのはこれを見てもね分かりやすいかなと。実際今回ね第2位ぐらいの記録にはなっておりましたね。そこに加えてですねドリブルスピードとかボルコン上げたところがこっちの右の記録になっていきますけども、これがねお互いがそれを証明をしているような感じになっていますかね。言い忘れてたけど、通常ボールタッチ数が7回なのに対して4秒26コマ以上の記録が出るときはボールタッチ数が8回くらいになることが多くあった。タッチ数が多い方が速くなるのが前作からすると驚き。育成のとこ見ていきたいんですけど、初期値から見てですねドリブルかスピードをですね上げると、どっちか上げるだけでもこれぐらい上がるよっていうのが分かるかなと思います。そこに加えてさらにもう片方ですねを上げるとこれぐらい上がるっていうのが分かるんですけど、このピンクの矢印の部分、ここねやっぱりコスパが悪いということが分かるかなと思います。タレントポイント的にはね同じ分振っててもそうなるっていう形になりますので、以前ですねシェフチェンコの分析の時にムバッペをやったんですが、その時にですねスピード99、ドリブル93でもですね4秒30、ちょっと4秒29とかそれぐらいの平均だったんですね。そう考えるとですねこのピンクの矢印の部分、ここはドリブルスピードはやっぱ93以上必要な領域と
いうことがわかるかなと思います。で、逆に言えばですね、この青の矢印のところに関してはドリブルスピードが90前後でもいけるような領域っていうのがわかるかなと思いますので、実際育成をするときに関してはですね、90前後を目安に育成するのが一番コスパがいいかなというところが言えるのかなと思いますね。はい、というところで結論。ドリブルスピードにはドリブルスピード、そしてボルコンの数値が大きく影響しているとします。はい、ちょっと真面目な結論を出しましたが、ちょっとレポートの疑問を書いておきました。ドリブルとかスピードの影響に関しては同じぐらいでしたね。で、瞬発ボリコンは関係なかったという形、スピードに関してはですけどね。で、ボルコンは影響してましたね。特に最高速っていうところに影響しておりました。そして現状の最高速を出せる育成っていうのはドリブルスピードボルコンまで上げないとならないよというところも分かっていったかなと思います。育成の参考にもそうなんですけど、 POTW とかね、育成できない選手の参考にもなるかな。ある程度この選手はボルコン高いから速いかなとかね、予想はできるのかなと思いますので、こういったところデータをですね参考にしていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。でですね、あとはメッシみたいなドリブル高いけどスピード低いとか、その逆もしっかりですけど、そういうタイプに関してですね、無理にバランスよく育てるよりはですね、尖らせちゃった方がですね、ドリブルスピード自体は速くなるのかなと思いますので、育成の参考にしてみていただければなと思います。で、皆さんのですねおすすめの育成とかもあったらぜひコメントで教えていただければなと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思います。年内3万人を目指しておりますので、この動画が良かった、参考になったなと思ったら高評価、チャンネル登録していただけるとすごく励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。タレントポイントの割り振り無料終わったら検証厳しくねとかね、よく心配していただいているんですけども、私ね2年間以上タレントポイント無料どころかタレントフリーすらない状態でやってますので、なんとかやっていけるかなと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。ということで今日の動画はこれで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。